こで速くなるのかというところですが、私こんにちは、ポテトです。今日もデータも次やっていきたいなと思います。よろしくお願いいたします。今日はですね、スーパーサブ検証やっていきたいなと思います。ということで、ついに来ましたね、スーパーサブの検証。ここまでね、ドリブル、あとはスピードですね。前回はスピードもやりましたけども、ここの検証やってきました。これらのね、データを元にですね、スーパーサブでどれだけ上がってるんだろうかというところをね、やっていきたいなと思います。ちなみにですね、前作まで2025ですね、までは、スーパーサブでね、スピードとか変わんなかったんですよね。今作はだいぶね、スピードとかドリブルね、かなり変わってきたので、スーパーサブもね、ちょっと変わってくれてんじゃねえかというところでね、ここはやっていきたいなと思います。さあ、検証方法ですね。検証方法、今回ですね、ドリブル、あとはダッシュ、この2つ項目でスーパーサブの有無、これをね、見ていきたいなと思います。使っていく選手なんですけども、冨安選手、そして伊東純也選手ですね。この2人を使ってですね、スーパーサブが発動した状態、発動してない状態で計測をしていってですね、違いが出ていくのか、これを見ていきたいなと思います。スーパーサブのね、出場のタイミングなんですけども、一応後半始まってすぐそのままね、ボール出した状態から交代をしていきます。基本的にはね、ハーフタイムでもこれは結果同じにはなると思います。今までの検証ではね、そうだったので同じかなとは思いますね。ただ念のために後半始まってすぐ出して交代してやっていくような形にしていきます。はい、ということで見ていきましょう。まずはドリブルから見ていきます。さあ、早速見ていきましょう。まずは冨安選手から見ていきます。ドリブル、スピード、瞬発、全部77の状態でドリブルしていきます。はい。5秒10コマという形になっていきます。ここはですね、前回の今までの検証とね、比べてもね、そんなに変わんないというか、これぐらいだろうなというところですね。複数本測定はしたんですけども、5秒10コマ、これはね、あんま変わんなかったですね。たまに9コマがあったかな。でもほとんど5秒10コマとかそれぐらいになっていたかなと思います。さあ、ということでやっていきましょう。スーパーサブ後半から寝てた状態でやっていきます。ゴー。ここで速くなるのかというところですが、はい、というとこで5秒8コマ出ました。これね、何度もやったんですけど、8コマ結構出ましたね。ということは、これはですね、確実に速くなってると言います。これ大きいっすね。いや、なんか嬉しいっすね。今までここで速くなんねえから、はい、終わりだったんですけど、これ速くなってると。これ言えるかなと思います。ちょっと念のために伊東純也選手でもやっていきます。まずは伊東純也選手の通常時ですね。今回は85の状態ですね。はい、4秒57コマというところですね。これは前回の検証ともあまり変わらない数値にはなっていました。複数本やっても同じ記録でしたね。さあ、ここからですね、スーパーサブの状態です。やっていきましょう。さあ、57コマから速くなるのか。はい、というところで4秒55コマ出たんですよ。2コマ速くなってますね。冨安選手と同じぐらい、2コマぐらい速くなってました。ということは、これはね、確実に速くなってると言っていいかなと思います。これは嬉しいなと思いますね。ちょっとドリブルの今までの測定のグラフから見ていきましょうか。これがね、以前ドリブルの測定の記録の表なんですけども、冨安選手今回77で、5秒10コマだったので、この辺ですよね。スーパーサブ発動して5秒8コマになってたので、ここですよね。ちょうど2コマ50、そうですね、この辺ですので、だいたい1位ぐらいですかね。速くなってるかなと思います。で、伊東純也選手が、85の状態で57コマだったんで、ここですよね。で、スーパーサブ発動して55コマだったんで、ここ、86。だから1コマぐらい速くなってるかな。ドリブルもスピードも1コマぐらい速くなってると言っていいのかなと思いますね。で、2コマ差がついてるんでね、そういう意味ではだいぶ信用でしていいんじゃないかな、そんな風に思います。ただですね、これだけだとちょっとまだわからない部分というかね、ありますので、ちょっとダッシュ測定でも見ていきたいなと思います。まずは冨安選手から見ていきましょう。スピードね、77の状態ですが、ダッシュをしていって、はい、4秒46コマという形になりました。はい、これじゃあスーパーサブ発動してどうなるか。46コマを上回ってくれるのか。はい、45コマ出ましたね。1コマ速くなってましたね。これね、複数本検証しましたが同じ結果になりました。伊東純也選手も見ていきましょう。はい、4秒36コマという形になりました。ではこれがスーパーサブ発動すると、はい、
4秒35コマとなりました。1コマなんでね、ダッシュだとちょっとすごく分かりにくいかなと思うんですけど、一応グラフ見ていきましょう。上選手ですね、まず46コマだったのが45コマまで速くなってましたもんね。ってことはやっぱり1ぐらいかな。伊東純也選手も36コマだったのが35コマまで速くなってるんで、1上がっててもおかしくない、そう言ってもいいのかなとは思いますかね。はいというところですよ。なのでものすごく大きな差があるかと言われると微妙なラインではありますが、1ぐらいは速くなってるかなとするとですね、全体的に1ぐらい高くなってんのかもしれませんね。ちょっとものすごく体感したいってなると難しいかもしんないですけどね。前作で言うとね、スピード瞬発はそんな変わんなかったんですけど、ディフェンス能力とかそのあたりはね結構体感できるぐらいね変わってはいたかなとは思うんですけど、もしかしたらそっちはそんなにかもしれないですね。その全体的にちょっとずつ上がるようになったって可能性はちょっとあるのかなとは思いましたね。ということで今日は結論です。スーパーサブでの上昇値はプラス1とします。はいというところで見ていただきました。スーパーサブでねプラス1はされていると、少なくともねあっても2とかなのかなとは思いますけど、それぐらいは違いが出てくるのかなと。でドリブルに関してはね2コマとか場合によってはね差が出てくるというところですね。で逆に言えばですね、94とか結構もともと高い人に関してはスーパーサブが発動してもそんなにね実感は湧かないかもしれないなとかね、その辺は押さえておくと良いのかなと思いました。シンプルに調子普通だった選手をスーパーサブで出したら調子好調ぐらいのイメージ持っておくと一番良いのかなとは思いますね。明確に数字で出てくるところがねこのダッシュとドリブルなんで、ここでね今回検証していきました。これは決定力とかディフェンス系どうだろうな、この辺を検証したところで違いが分かるレベルなのかというのは微妙なラインだなとは思っておりますので、一旦はね今日はこんな感じにしておきたいなと思います。でもねこれで目で見える形で変わっただけでも大きいのかなと思います。いやこれだけでもねスーパーサブつける意味あるしねとかあるので、なのでそこは良かったかな、シンプルに喜んでいいんじゃないかなと思います。僕としてもね今まで検証してきた身としては形として見えてくれた方が僕はすごく嬉しいので、その方がいいかなと思います。であとはちょっと今後ねまたじゃあ調子絶好調と混在するのかとかね、この辺等々はちょっと検証していかないといけないかなと思いますね。いずれにしてもプラス1程度ではあるので、不調の選手がスーパーサブつけたところで調子普通までは回復はさすがにしないかなとは思いますね。あとはスキルの上昇値っていうのは基本的に99が上限なのでブースターは関係ないので、そう考えるとそのあたりもね一緒に押さえておいてくれると良いのかなと思います。はいということでいかがだったでしょうか。いや一つね疑問が解消できたところは良いのかなと思います。また今後でちょっといろいろやっていきたいなと思いますが、皆さんもねこういうバイトなのどうなるのかなとか気になることがあればですねまたコメントで教えていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。そして今日もしねこの動画良かった、参考になった、面白かったなと思った方ですね、高評価チャンネル登録していただけるのとともにハイプもですね一緒にしていただけたら嬉しいなと思います。ハイプってなんやねんって思った人はですね概要欄にも貼っておきますから、ショート動画とかね貼っておきますので、ちょっとそちら見ていただけたらなと思いますのでよろしくお願いいたします。ということで今日の動画はこれで終わりたいなと思います。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。